こんにちは、カフアです。今回はコーヒーを入れた後に出るコーヒーかすの再利用方法についてお話ししていきたいと思います。この間、友人と話をしていて、コーヒーを入れた後に出るコーヒーかすをどう処理するかみたいな話になりました。で、僕たちが普段運営しているカフアというコーヒーの情報ブログでですね、一回取り上げたことがあるんですが、今回はコーヒーかすの再利用方法について紹介していきたいと思います。もうご存知かと思うのですが、コーヒーかすって実はいろいろな再利用方法があります。コーヒーかすの再利用方法とどんなことができるのかというのを今回は4つ紹介していきたいと思います。それでは動画スタート。まずコーヒーかすを再利用する前にこのようにしっかりと乾かしてから使います。水分があるままでもコーヒーかす再利用できるのですが 2,3 日経つとカビが生えてきてしまうことがあります。この乾かす方法は、自然乾燥でもいいですし、電子レンジでチンしてある程度水分を蒸発させるというのをおすすめしています。ちなみに電子レンジでチンするとコーヒーかすの乾燥の効果と電子レンジの消臭効果にもなって一石二鳥となっています。コーヒーかすの再利用方法の1つ目、消臭脱臭剤として使用する。これは一番有名な活用方法かと思います。コーヒーかすは湿った状態で活性炭の2から5倍も消臭効果があるそうです。もちろん乾燥しているコーヒーかすも消臭効果があります。実はコーヒーかすはそのまま生ゴミに入れるだけでもゴミの消臭効果も発揮しています。また靴箱や冷蔵庫などの空間に関してはコーヒーかすを容器に移した状態で匂いが気になる箇所に置くだけなので特別手間もいらずすぐ実践しやすい方法となっています。他にもトイレや玄関、魚焼きグリル、掃除機など様々な空間や場所の消臭効果が期待できます。我が家では容器に移したコーヒーかすを靴箱の中に入れて空間の消臭をしたり、乾燥させたコーヒーかすをこのようなお茶パックに入れて靴の中に入れて靴自体の消臭をしたりなんかもしています。他にも容器に移したコーヒーかすをトイレの中に入れてトイレの消臭なんかもしています。実際に靴箱なんかはコーヒーかすで消臭する前はちょっとゴムの独特な匂いなんかが充満していたのですが、結構コーヒーかすを入れるようになってからは和らいだ気がします。靴に関しても同様です。トイレなんかの個室だと一度湿った状態のコーヒーかすを入れてみたんですけど、その時はちょっとコーヒーかすの匂いが強すぎてあまり脱臭をしているという感じはしませんでした。その後に少量の乾燥させたコーヒーかすをトイレに設置したのですが、その時はちょっと脱臭しているなという感じはしました。消臭や脱臭剤として使う時の容器なんですが、マーナからこのようなコーヒーかす消臭ポットというものが販売されています。見た目も結構可愛くってこの中にハンドドリップした後のコーヒーフィルターをそのまま入れて匂いが気になるところに置くっていうだけで消臭剤として使えるので結構便利なものが販売されています。うちではこういった、容器があれば同じようなことができるのかなと思い、100均で実際これ8なんですがこんなものを買ってきました。でこの中にドリップした後のコーヒーフィルターを、そのまま入れてみたんですが、結構広い空間では、湿った状態のコーヒーかすでもかなり脱臭効果を実感することができました。ただし何日も置くとカビが生えてきてしまうので 2,3 日置いたら中身は捨てるようにしています。手間をかけずにハンドドリップした後のコーヒーかすを消臭剤として使いたい方はこういったマーナの商品もチェックしてみてください。コーヒーかすの再利用方法の2つ目、肥料として使う。コーヒーかすは発酵させると肥料にもなります。これは僕も1回挑戦してみたのですが結構大変でした。というのも土や腐葉土などと混ぜながら何日も時間をかけて肥料を作っていくので手間と時間が結構かかっちゃうんですよね。できた後も肥料の効果として力を発揮するのが数週間程度と短く実はあまりおすすめできません。それでもどんな感じで作っているのか興味がある方は概要欄に実際に作った時の記事を載せておくのでよかったら見てみてください。3つ目、靴磨きとして利用できます。
コーヒーに含まれる油分を利用して靴をきれいにできます。やり方は、湿った状態のコーヒーかすの水分をよく絞ってから、柔らかく目が細かな布、ガーゼなんかでコーヒーかすを包みます。その包んだコーヒーかすで靴を磨けばワックス効果でツヤが出るみたいです。実際にこんな感じで磨いてみて、最後に乾いた布で空拭きするとちょっと綺麗になった気がしますよね。コーヒーかすの再利用方法4つ目、料理後の油掃除に使うです。これは結構便利だなと思っています。油料理とかをするとフライパンに油が残ってしまうことが結構ありますよね。その中に乾いたコーヒーかすをそのまま入れて油を吸わせてあげると片付けが便利になります。油料理後のフライパンってキッチンペーパーなんかで一度汚れをさっと取ってから洗ったりすると思うんですが、コーヒーかすに油を吸わせてあげるとキッチンペーパーを使う必要がないんですよね。これは結構便利だしエコだと思います。今日紹介した4つの中でも一番よく使ってます。いかがでしたでしょうか。コーヒーをたまに入れる方でも毎日入れる方でもこんな感じでコーヒーかすを取っておくと様々な利用方法があるので、ぜひ自分に合った利用方法で試してみてください。この動画が少しでも参考になったり良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。